こんにちは、ウォリです。今回はチョコとナッツのフランスパンを作りました。チョコの甘さとナッツのカリカリ感が癖になるパンとなっております。ぜひ最後まで見ていってください。まずはヘーゼルナッツをローストします。オーブンで150度で15分焼きます。スタート。ほんのりきつね色になったら OK です。次にヘーゼルナッツを刻みます。1つのナッツ4つぐらいになるように切っていきます。チョコチップと同じぐらいの大きさにするとカリカリの食感が残り美味しくなります。皆さん、ハード系のパンどんなものが好きですか？私は甘党なのでこのチョコとナッツの組み合わせ大好きなんですよね。初めてこの組み合わせに出会ったのが専門学校でなのですが、そもそも10代の頃ハード系のパン好んで食べなかったのですが、この組み合わせを知ってからハード系のパンどんどん好きになりました。でも今は一番好きなのは明太フランスです。全然甘くないんですけど、しょっぱさが良くてパクパク食べてしまい後からむくんで後悔します。次に生地作り。ホームベーカリーに水、強力粉と薄力粉を入れ5分でセットします。スタート。4分経ったところでドライイースト入れます。ここまでこねたらオートリーズを取っていきます。おやすみなさい。塩を加え10分でセットします。スタート。5分経ったところでチョコチップとヘーゼルナッツを加えます。これで生地完成。生地をまとめていきます。表面の生地がツルツルになるように生地を引っ張って丸くします。この時手に水を少しつけておくと手に生地がつかずにまとめることができます。生地をまとめたら60分発酵していきます。スタート。生地を取り出してパンチをしていきます。生地を何回か折りたたむことで中のガスを抜いていきます。最後はまた表面がツルツルになるように生地を引っ張って丸くします。これでパンチ OK。生地をホームベーカリーの型に戻して30分さらに発酵します。スタート。次に生地を分割していきます。今回は3等分にするので1つ約 100g で分割していきます。旦那サプライズ下手なんですよね。付き合ってる時もサプライズのプレゼントうずうずして話しちゃったり、婚約指輪も今日買ってくるって言ったり、そんな旦那が子供を連れて公園に行ってくるからゆっくりしててと言われ、やったーとパンを作っていたら、結婚して5年の記念日が近かったのでお花を買ってきてくれました。一見サプライズ成功しているように見えるのですが、帰ってきた時にお隣さんと旦那が喋ってる最中になんか持ってるなと思い、何持ってるのと聞いてしまい、結婚記念日近いからお花をと微妙なタイミングでちょっと複雑な表情で渡すことに。分割できたら生地を俵型にまとめていきます。くるくるっと巻くことで俵型にします。最後は閉じ目をしっかり閉じたら OK。 巻けたら生地を置いた状態で生地を手前に引っ張ることで表面に張りができます。今回チョコがベタベタするので手粉多めでやっていきます。ここまでできたら20分ベンチタイムを取っていきます。次に成形していきます。まず綿棒で生地を伸ばしていきます。長方形をイメージして伸ばしてください。次にちょっとずつ折り曲げて巻いていきます。折るときに引っ張って押すを繰り返すことで生地の表面に張りができ、出来上がりがきれいになります。閉じ目をしっかり閉じます。生地を軽く転がし粉をつけたら成形完成です。さっきのサプライズのお花のお話、正直私が悪かったなって思ってます。
なんか持ってるなって思った時点で中身まで気づいて、あれはお花だ、後で渡そうとしてるのかもって察してしまえればよかった。ただその時お昼にマックでテイクアウトをお願いしていたのですが、旦那がお隣さんと話し始め、子供たちはお腹ペコペコで早くお昼食べたいっていう状況で、子供たち先に食べさせておこうと思い、持ってるものが真っ黒の袋だと思ったんですよね。いつもよりなんか袋多いなとは正直思ったのに一歩及ばず。そもそも記念日にお花買ってきてくれたの初めてでめちゃくちゃ嬉しかったし、この花長男くんが選んでくれたんだよって話を聞いた時、サプライズうんぬんどうでもよくなりました。次に発酵します。30度で60分発酵していきます。スタート。 1.7 から8倍になったら発酵 OK です。焼く前にクープを斜めに2本入れていきます。次に霧吹きで水を吹きかけます。たっぷり水をかけます。230度で20分から23分焼成していきます。スタート。焼けたらチョコとナッツのフランスパン完成です。今回使った材料はこちらです。最後までご視聴本当にありがとうございます。クックパッドにも作り方載せてあるので、そちらもチェックしてみてください。また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。